スパイのバサラカ11月30日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、お願いします。メールいただいております。ラジオネームもちもちのいさん、陽介さん、ケンツさん、こんばんは。こんばんは。これすごいね、ごじってるね。ケンアタさんあ、本当だ。ケナタさん、ケナタさん、はい、福岡公演お疲れ様でした。お疲れした。この前友達とどんなバイトしてたって話をしてて、ほとんどが居酒屋とコンビニでした。2人はどんなバイトしてましたかっていうことで。どうですか。俺はいろいろやったよ。嘘。いろいろやったよ。いい、そんなハードル上げて大丈夫？いや、ね、何種種で言ったら、まあ飲食店、飲食、コールセンター、はい、コールセンター、営業、あと、ジム、あと何したっけな。なんかね、何してたっけ。あと引っ越しとかやんなかったの？はしなかった。あれはライブのさ、やんない、会場の設営とか撤収、地獄って噂聞いてたから、ぐらいかな。なるほど、ね、いや4種をいろんだから、はいダブルワークトリプルワークみたいな。なるほどね。それはしんどいね、なかなかやってたね。その中で一番こう記憶に残ってるのは何ですか？いや、営業かな。難しすぎた。営業って何をやるの？映画館で、その会社のジャンパーを着て、とあるストリーミングサービスの、はい、なるほど、そう、営業ね。今なら1ヶ月無料で、今日この場であれしてくれたら、本日の映画の1000円オフをあげますみたいな。あるね。そう、俺も入ったことある。俺も入ったことある。あれはそう、でそれ難しかったね。何が難しかったの？なんかあれさ、話しかけるのが無理。で、本当になんかこうそれ本当にね、5回ぐらいしかやってないの。なんでかっていうと、途中でもうコロナ禍で、なるほど、もう映画館とストップしちゃったから、だから、そのままやめちゃったんだけど、あれはね難しかった。とりあえず、先輩が教えてくれるじゃん、こういう感じでこういう感じでみたいな。でも無理な人は無理だからみたいな。で結構嫌なことを言われる時もあるの。なんかね、良心的ではあるけどね、あれ。その話しかけたお客さん側からね、何みたいな、興味ないんだけどみたいな、うるさいみたいな、みたいな。結構意外と受けるんだね。そう、でスクリプトも覚えなきゃだし、でそのちょっと映画の話とかもしなきゃいけない。今日ちなみに何見られるんですかみたいな。でその会社がまあ大体はあるじゃん、ほぼあるよね。そういうこういう系だったら、こういうのもたくさんあるんでみたいなの言わなきゃとかで、あれはもうなんか結構ね、苦戦したね。あとはコールセンターかな。でも俺もコールセンターはある。どっちやってた？どっちっていうの？受ける方かける方？受ける方。そう。かける方はテレアポじゃん、あれって。どっちもやってた。テレアポはね、一回試してみたけど全然向いてなくて、もうめんどくさすぎて、自分でかけるっていう行為が。じゃあ別にかかってきてって。当時はまだ電話機だった？電話機、俺は。そう電話機だったからボタンを押して一個ずつこう要は消していくっていうか、っていう方式だったから、めちゃくちゃめんどくさかったの。俺は無理だわ。俺の時はもうだからあれだ、機械式のやつで、パソコンでヘッドセットでみたいな。でもパソコン内で発信とかをして、でその場でその顧客情報みたいな、とかだったね。受ける方は、某教育セットみたいな、通信教育の大会阻止、大会阻止ね。あるよね。最初にやって、でそこからこういろいろ入会もやるみたいな。俺だから某大手のミシンとかプリンターとか有名な会社の、もうそのものの説明のコールセンターだから。じゃああれなの？ B2B なの？ビジネス2ビジネスだっけか。そう、 B2C じゃないんだ。違う。でそれむずそうだね。でそのもの自体も全部理解しなきゃいけないし、でパソコン
とかもやっぱ強くなってったのよそれで。なるほどね。ですごいね俺もう対面でもあんま聞かないんだけどクレームってあるじゃん、もうひどいクレームとかもまあ1日1回は絶対あるよね。そうあるんだけど全く精神にダメージを受けなくて、でそもそもこのそうだよね、電話だもんね、会社へのクレームじゃん、しかも、自分じゃないし、自分じゃなくてだから何も聞かないからすごいクレーム対応がうまくてそうでそれをなんかで当時それこそバンドもうだから20歳過ぎてからだから、もうスパイア始まっていろんなところに行くじゃん、そういうツアーとかもでこう何日間休みますとかっていうのも結構聞いてくれてて、でクレームがうまかったからでクレームの専属の人っていうのにしたいって言われてコールセンターから、でいいよっていう人ほぼいないじゃん。いないねそんなの嫌だね。で俺もいろいろ迷惑かけてたから全然いいっすよっつって、って言ってからすごいなんていうのこうスケジューリングをしやすくなって会社もいいよみたいな、じゃあここからここねみたいな、ですごい融通が利くようになって、でしかもその何かに専門ってなると役職をつけなきゃいけないらしくって、俺役職までついてそうですごい時給が跳ね上がってボンって。そうなんだ。そうでその当時俺いくらだったかな、時給1900円とか2000円弱もらってたから。マジ？20年前とかでしょ。そうやばいね。今で1900円かな今で言うじゃあもう3000円ぐらいもらってるでしょ。そうで土日とかにさ要は残業とかになると手当もつくね、2500円とかやば行くわけよ。だからさ6時間ぐらいだったのこの鳴らすと、週で、そんだけでも結構稼げるじゃん、で休んでもいいし、でクレーム来たらさ対応するだけじゃんでも当時さなんていうのあんま緩かったから俺めちゃくちゃお菓子とか食いながらやってたの、でめちゃくちゃお客さん怒ってるわけ、うめえなみたいなあれ食ってんだよ。いやさすがにくちゃくちゃさしないよ、聞こえないようにするけど、でさミュートボタンあったからさ、そのミュートボタンをこう使い分けて食う時はミュートして食ってすごい怒ってんなと思いながら聞く時はね、聞く時はでわーって対応してみたいないろいろやってたんだけど、俺本当にね一切なかったの。そうなんていうのクレームされてその一件が終わりました後に再クレームってほぼなくて俺だからさ要は全部をちゃんと終わらせていくタイプ、そう1週間とか2週間かかる場合もあるんだけど、でもずっと言われてたのがお前が唯一これもう無理ですって手を挙げる時、手を挙げたことは一回もないんだけど、何か起こした時すごいでかいものを起こすわけ俺は、なんかこう一回終わったなって思ったものが会社の契約を変えなきゃいけないぐらいの大ごとに発展しちゃうミスを起こすわけ俺はこれ2回だけなんだけどもう3年ぐらい働いててそこでお前がミスった時は本当に怖いって言われてたねなるほど、ね、それ以外はないんだけど、基本的にそうありました。会社の契約を変えるほどのじゃあもう主にじゃあそれをやってたんだ。ずっとクレーム聞いてたね俺は、そう面白いのよクレームって。そうね、いろいろなんで怒ってんだろうねってそう分かんないのよ。一番おもろかったのがさプリンターの会社だったからで俺はプリンターの部署だったから、いやパソコンとかプリンターとかあんまり詳しくない年配の方とかもいるんだけど、そういう人ですごい理不尽なクレームだなと思って、その人は俺2週間やったの、2週間話を聞いたんだけど、その人のクレームがなぜプリンターのインクを変えなきゃいけないのかクレームね、これクレームだよマジで怒ってるからね相手で説明するじゃん、もうこのなんていうのいや書いた時にプリンターって印刷の時に使うんでなくなりますよねなんでなくなるんだいやっていうのを2週間繰り返すんだけど俺最後に出た例えこれ一番いいの出たって思ったのがあって、お客さんともっとちゃんとかしこまってるよ、丁寧だけど車乗りますかって、乗れよみたいな、ガソリンって減りますよ減るな、どうされますかなくなったら、給油するよ、それクレームしますか、するわけねえだろって、一緒ですそれね唯一パンチ入ったね。なるほどね、おーってちょっとなんかなるほどみたいな感じになって、もうシステムがそうなんですと、そうね、
なんか2週間やり合うとね、なんかね喧嘩した後の仲良くなる。そうなんか戦友みたいになるのよあ、分かったわみたいな感じになってその人も、いやマジでそういうことか、ごめんなみたいな、あ、よかったですよかったですみたいな。なるほどね。そうさすがに2週間戦うと仲良くなる、なかなか聞いたことないわ、2週間。あ、まあだから俺はその B2C だからっていうのもあるけど、そうだね、そのね B2B だったらそういうこともあるんだね。そう、それは商品を返してくださいとかも言えないし、すぐに。で基本的にはこう長く使ってもらうためのものだから、そうそう、クレームはもう甘んじて受け入れて、さらにこちらは折れないっていう態度を取らなきゃいけないから、そう理不尽なものに対してはね。そうだね。わかるわかる。おもろかったな、あの仕事は。いろんなバイトやってみたらいいと思う。すごく面白いよね。面白い。その当時はねちょっときついこともあるかもしれないけど、後になってみたらみんな面白いからね。くれぐれもね、今流行りの闇ね。闇はやめときましょう。それだけはやめ。闇もね、もうどんどん出てくるけどあれもう今やばいらしいね。パッと見わかんないんだってね。あれで普通の求人が、そうだからもう怪しげな好条件好待遇は一旦疑った方がいい。疑った方がいいです。はい。で免許とかああいう系の身分証をそうね、渡せって言われたらもう闇です。そうだね、言われることないんで、履歴書でいいもんね。履歴書でいいはずなんで、はい、それ気をつけてください。気をつけてください、ということで本編収録準備できたのでアイドリングトークここまでです。本編毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください、それでは本編の収録へ行ってきます。